キュレーターって何ですか？展覧会を作るっていう人っていうイメージは今非常に強いんですけど、もともとは所蔵品の管理者だったんですね。で六本木はアートの街だと、夜飲むだけではないそういう、メッセージを発しましょうと。さて、今回の講座はゲストの方をお迎えしています。森美術館特別顧問南條文夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。2002年から2019年まで森美術館の副館長、そして館長として、現在は特別顧問として発展に寄与されていらっしゃいます。それ以前にも国際交流基金や ICA 名古屋でディレクターを務められ、また世界で一番歴史の古い国際展であるベネチア・ビエンナーレをはじめとする美術展や芸術祭などのディレクターや審査委員長なども数えきれないほど歴任されていらっしゃいます。日本を代表する国際的なキュレーターでいらっしゃいます。はい。そもそもキュレーターって何ですかっていう質問から始めたいなっていう感じなんですけど私がね美術の仕事に入った時まだ私も知らなかったです。そういう言葉があるってことはね。はい、でなんとなくその展覧会を作ったりするような人たちが美術館の中にいると、でそういうことをやってみたらどうだろうっていうくらいの漠然とした気持ちで、その当時、美術館の中のそういう人たちのことは学芸員っていう言葉の方が通用度が高かったんですね。だからキュレーターっていうのは後から入ってきた言葉で、80年代以降だと思いますね。展覧会を作るっていう人っていうイメージは今非常に強いんですけど、もともとは所蔵品の管理者だったんですね。学芸員っていう方のその響きの方がそのイメージは今なんかありますけど。そうですね。学芸員とキュレーター違うっていうのは自重的に学芸員がよく言うんですよ。本来同じ意味。同じなんですね、基本的にはね。だけど例えばアメリカの美術館に行ってキュレーターっていうと、ものすごく絶大な権限を持ってるわけです。はっきり言って美術館の館長がいるんだけれども、展覧会のプロジェクトっていうものに関して言えば船長みたいな立場ですから、お金のことも含めて全部決められるのがキュレーターだと。ところが日本の学芸員は、役所の役人みたいな感じで全然権限がないじゃないかっていうその違いをね、自重的に言うとこれ2つは違うんじゃないかという話。じゃあ映画とか舞台とかでいうとプロデューサーという言葉とかがありますけど、私よくわかんないのはプロデューサーとディレクターといるじゃないですか。あれどう違います？またこれも日本と海外ってちょっと違ったりするんですけど、日本でいうと、プロデューサーというのは大体その全体のプロダクションのアウトラインを、監督も含め全体のバジェットも含め、そのコントロールするというかそういう人で、ダイレクターというのはもう映画監督ですね。だから中身を作る人。だからやっぱりそのキュレーターは中身のところで、でプロデューサー的な人っていうのは美術館で行けば美術館の館長だったり管理部門の上の方の人だったりがお金を集めたりとかそういうことをやってるってことになりますね。なるほど。じゃあ例えば今回はこういう展覧会を作ろうってなった時に、じゃあその時々でさまざまなコンセプトって立ち上げ方がさまざまあるじゃないですか。どういうふうにその展覧会っていうのを立ち上げていくのか。すごく難しい力関係が中にあるんですけどキュレーターはやっぱり自分がやりたいイメージがあるんですね。この作家を見せたいとか、こういうテーマでいろんなものを集めたら面白いんじゃないかっていうような発想から来るわけですね。ただ私も最後の方館長だったわけですけども、館長になるとそれをやった時に本当に面白いのかと、一般の人たちにねとか、それは人が入るんだろうかとかね、それからそれをやることがこの美術館にとってどういう意味があるのかと。例えばその学術的なものでもいいんですよ、人が入んなくても。でもこのような学術的なことをやれば今これは非常に重要視されている問題だから、この美術館の一つのメッセージになるでしょうと、じゃあやろうかっていうふうにもなっていく。だからキュレーターの立場とまた美術館の館長でプログラミング全体を見てる人間の立場はちょっと違ってくるんですよね。だから僕塩田千春さんの展覧会見に行ったんですよね。とにかく作品はすごく力強いものがいっぱいあるんですけど、みんながやっぱすごい撮ってたじゃないですか。でもあれがすごい動員数を記録したっていうのも知ってはいたんですけど、だからそういう意味では森美術館っていう場所に行くとそういうアートが見れるっていう意味でものすごく認知はもう今どんどん広まっているし、
だけどその辺のバランス感覚って非常に難しいところがあるよなと思いながら見てました。日本人のアーティストをやるときには、たくさん若い作家がいるわけですから、その中で中堅になってきてる、だけどまだ認知度がそこまでいってない、っていうような方を森でやるとね、そこでもってステップアップするわけですよね、ステージが。間違いなくそうですね。でそこで一つの新しいキャリアにこう流れに乗せていこうっていうのがミッドキャリアアーティストのラインっていうふうに我々は言ってるんですね。で塩田さんなんかの場合にはかなり外国でもやってたわけですよね。そうですね。で2001年の横浜トリエンナーレにも実は出てるんです。だけどその名前がじゃあ日本で非常に広く認知されていたかっていうとそうではない。今いいタイミングなんじゃないかっていうことが一つあったんですね。だからそういう意味で彼女のキャリアとしてのそのもう一個ステップアップという、そしてもっと認知してもらうという意味でも、その例えば中で撮影を許可するっていうこともあの時が初めてだったんですか？いや初めてやったのはアイ・ウェイウェイっていう中国人の作家の時なんです。で古典とかね、グループ展とかいくつか種類があるじゃないですか。古典っていうのは一人のアーティストの展覧会なので、そのアーティストが著作権問題を OK してくれればそれでいいわけですよね。グループ展になると大変なんですよ。全員から許可取らなきゃいけない。だからまず最初にその新しい著作権概念のことを喋ってくれるハーバード大学のロイヤーを呼んできて、で今我々が知ってる著作権が全てではないと考え方の、もっと新しい考え方もあり得るんじゃないかってことをまずやって、その新しいシステムをくっつけますから写真を撮らせてくださいと、普通の一般の観客が撮れるように許可をくださいというふうにアイ・ウェイウェイに話をしたんですね。そしたらアイ・ウェイウェイはどっちかというとその反逆的なタイプでしょ。そうですね。反政府的、エスタブリッシュメントだからいいよって言ってくれたんですね。それであの時から美術館の中で写真撮っていいんですっていうのをやり始めた。なるほど。これはやっぱりね広報にはいいんですよね。間違いなくそうですよね。来た人が宣伝してくれますから。だからインスタグラムでね見栄えがいいっていう作品っていうのがやっぱり認知されやすい時代ではありますね。時代ではありますね。まさにその SNS 解禁ですとか、今では日本で一番有名な現代美術館になっていったっていう軌跡をたどった中で苦労された点とか、あと森美術館っていうと六本木全体をマネージアートで盛り上げていくという思想でやってらっしゃるのかなと思うんですけれども、なんかそのあたりのお話を伺いたいです。そうですね。2つ目の質問の方からいくと、やっぱりその六本木全体でプロモーションしようってことは最初からかなりあったので、森美術館が最初にできたんですが、そのすぐ後に、国立新美術館ができて、それからサントリー美術館がオープンしてっていうふうに続いたので、この3館で六本木アートトライアングルっていうのをやり始めたんですね。でプロモーションを一緒にやりましょうと。で六本木はアートの街だと。夜飲むだけではないそういう、メッセージを発しましょうということになったんですね。でその連携の一つの大きな成果が六本木アートナイトっていうイベントになるんですね。そうなんですね。だからその六本木アートナイトをやることによって一晩限りのアートのイベントを六本木という場所をベースにしてやると。そのことによってやっぱり街のイメージも変わってくるし、なんていうんですかね、街を新たにジェントリフィケーションという言葉なんだけど、街の雰囲気を変えていくのにアートを使ったようなところがある。もう一つは六本木の街っていうものを一つのコミュニティにまとめていくような働きもあるんですよね。あそこ六本木の交差点のあっち下っていく方のすぐ横にちっちゃい公園があって、あります。でそこで川口隆夫さんっていう舞踏家というんですかね、ダンサーの方がなんか鉄のなんか格子みたいなところにパンツ一丁でグニュグニュ入っていくパフォーマンスをそこで即興的にというか、もちろん出来上がってるものなんですけど見てて、それを素晴らしいパフォーマンスなんですけど、やっぱりそれを見てこの六本木の街並みを見ると景色がもうすごくギュッて変わった感覚がありましたしね。そうですね。やっぱすごくいい時間だったな。そういうダンスとかなんていうんですかね、空間とか都市に介入していくようなもの、それが面白く見えますよね。そもそも
やっぱりそれでもアートっていうこの言葉ってまだその世間全体で考えたら六本木とかそういうところに通う人たちは何かしらの認識を持ってきてるけど、そのアートなのか美術なのか、それもね学芸員キュレーターじゃないですけど、まあ、言葉としては同じ意味だけどなんか響きとしては違うものに聞こえてきたりするっていうのがまあ日本ではあるし、そのアートっていうものがその南條さんがこうキュレーターとしてこの世界に関わられてからどのようにこう今変容してきてるのか、重要されるようになって、もしくは反発されてるのか、どういうふうに感まさじてるんでしょう。に今ね出発点でおっしゃったそのアートと美術ね、同じことだけども違って受け取られてるって、これ森美術館立ち上げの時に議論してるんですよ。それで森美術館どっちを使うかってそれでやっぱりそのより広い観客にアクセスしたいっていうことから、森美術館では基本的にアートを使おうと。なるほど。美術っていうと固く聞こえると。そうですね。いうことで基本的な印刷物はほとんどアートでやってるんです。だけどおっしゃった通り、そのアートの意味ってものすごく曖昧でますます曖昧になってきて、そうですね。それで定義がはっきりしないんですね。そしてこの前聞かれたんですけど、このアートって何でもアートっていう風潮についてどう思いますかって聞かれたんですけどね。聞きたい。どう思いますか。いやちょっとやりすぎだなっていう感じはしてるんです。でキュレーションという言葉もなんか何でもキュレーションになってるなと思うんですけども、しかしそのアートそのものはすごく変遷してきたと思うんですね。で私が見始めた時っていうのはもう本当にモノ派とかね、そういう渋いアートがかっこいいってことになって、それからポップなものが出てきて、それから非常に物語的なものが出てきて、コンセプチュアルなっていうことですよね。すごくスタイルが変わっていって、で最近はそのさっき話に出たようなインスタグラムにどうで受けるかっていうね、そういうものがすごく席巻し始めてる。っていうことはね、結局美学が変わってきてるってことなんですよ。美の基準が。でそれはそのいいか悪いかという話ではなくて、現実がそういうふうに変わってきてると。今美学がその変容してきてるとして、今の美学っていうのはどういうものだとこう感じられてますか。そうですね、ちょっと私感じてるのは人が体感するようなものにシフトし始めてるんじゃないかと。だからもちろんインスタグラムでね写真撮るとよく写るってこれは一つあります。だけどもう一つは中に入っていく、そういうものが非常に増え始めてる。例えばそのいわゆる絵画みたいなものを見るという行為ではなく、それこそインスタレーションみたいなもの、インスタレーションですね、空間の仕事で、演劇の方にね、イマーシブシアターって没入型演劇って訳されてるんですけど、人が入っていける演劇っていう意味なんですけど、スリープノーモアっていうのはもうベストヒットしてるでしょ、ニューヨークで。演劇のシーンがたくさん作ってあって、あたかもインスタレーションのようになっていて、で役者はそこへ入っていって演じると。で観客はそれを追いかけていくんですよね。そうですね。で役者は移動していくと。確か4階分ぐらい、4層分ぐらいの建物を使って全部がそうなってるので、観客はその俳優を追いかけて上がったり降りたり走り回るわけですよね。そうですね。知らないうちに3時間経ってるっていうようなものなんですけど、実は現代美術もそういうものがすごく増えてきてて、2年前にやったミュンスターの彫刻プロジェクトってのがあるんですけど、それなんかは話題になったのがみんなその人が入っていくタイプなんですよね。なるほもう巨大なアイススケートリンクの床を叩き割ってその中に降りていくとか、それから部屋がたくさんあるんですけど、同じ形の部屋を複数作ってあるんですよ。そのために一体自分がどこにいるか分かんなくなってくる。なるほど。迷路みたいな。それが彫刻っていう概念でやられてるってことですよね。空間彫刻ってことですかね。そうだから彫刻って普通の人が聞くといわゆるこういう造形的なものをこうね、彫ったりとかこねたりとかっていう、今はそのね空間彫刻っていう概念もあったりとかして、それがまさしくその変容してきてる今の美学とも通じるものだっていうことなんですね。だから日本で考えるとそれをやったのは実はチームラボなんじゃないかって私は思ってるんですよね。チームラボは映像の作家だってみんな思ってるけど、あれは実は人が入っていく空間を作った最初の大きな例なんじゃないかなっていう解釈もしてるんですよね。
キュレーターのお話ってなかなか聞くことがないじゃないですか。すごく今も聞いてて面白いなと思ったんですけど、最後に一つ質問で、キュレーターにお会いすることってどうしたらできるんですかっていうのを最後教えてください。キュレーターみんなね、会うこと全然問題ないと思ってると思うんですけど、結局みんなどこにいるかがわからないんですよ。そうですよね。イメージですよね。で、必ずそのデスクに座ってるような仕事じゃないんですよね。まずリサーチの時にはアーティストに会いにどっかに行っちゃってるわけですね。旅行してるわけですよね。それで実際展覧会開くことになると、今度は現場にいるわけですね。そうすると閉まってる美術館の展示室の中でアーティストといたりするわけですよね。そうするとやっぱり会いにくいですよね。でも別に会わないって言ってないんですね。だからちゃんとアプローチすればお電話を差し上げればみたいな。やっぱり一番ある種、もちろんその古典だったらそのアーティストが全部作品を理解してるけど、やっぱりもっと包括的な文脈的な意味でも、多分一番この古典というものをこの時代においてこの場所でこのアーティストでやるっていう意味で、キュレーターという人が一番その世界を理解している人だってやっぱり思うので、キュレーターの人の解説を聞きながら展示を巡ると、その前に例えば一巡自分がしてるんだとしたら世界が一変する感覚はやっぱすごくあるから、確かにキュレーターの人に会ってお話を伺うっていうのは非常に強い、アートっていう言葉をもっとより知る意味でもなんか強いだろうなとは想像しますけどね。キュレーターっていうのはそのアーティストの非常にいい観客でもあるわけですよ。それでいつも見ていていいと思うから展覧会やるわけですね。そうするといい解説者にもなるんですよね。そしてアーティストに対してアドバイスをするってこともあるわけです。そうするとアーティストに対して非常にお母さん的な役割を負うっていうこともある。いろんな役割を負っているっていうことですよね。今回の講座は以上となります。わかりました。いや本当に勉強になりました。個人的に他でキュレーターの方を知ってるというのもあったんですが、改めてすごくキュレーターとは何ぞや、アートと芸術とかそういうことをいろいろ聞けたので本当に勉強になりました。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。